ちは、黒虎です。今日は衣装制作についてパタンナーさんとミーティングをしてきました。今回の制作は少しカクカクしたデザインで、特にスカートの形状をどう再現するかが大きな課題となっています。そのパーツに関して 3D プリンターで作ったり、レーザーカッターでアクリル板を切り出したりするアイデアも出たので、シェアファクトリーにて実際に 3D プリンターやレーザーカッターを試している段階です。ファクトリーには 3D スキャナーもあったので、既存のものをスキャンし、データ化して部材に転用できないかなとも考えてみました。ただ、スキャンデータには欠損や潰れが出るため、その補正作業はかなり手間です。この部分もっと簡単にできる方法があればいいなと模索中です。続いて、神保町の古書店街に出向き、制作の参考になる資料を探しました。10年前に発行されたテクノロジーとファッションの本を購入して読んでみましたが、当時と今とでコンセプトに大きな変化はなく、こういうのをどう打開していったらいいのかなということを考えるきっかけになりました。お昼に神保町の名店サボールにて生姜焼き定食を注文しました。サボールは喫茶のみのサボールと定食の食べられるサボール2になっています。どちらも趣のある雰囲気のいい喫茶店です。ここはご飯の量が多いので少し少なめでと言って量を調整してもらいます。その後、シェア本棚の猫の本棚に行って私の本棚の在庫状況をチェック。在庫があまり減っていなかったので、今回は補充せず他の人が置いている面白い本を見て回りました。この日は菅間伊織さんの作品が展示してあって、どれもボリューム感があって迫力のある圧巻の作品でした。夜は六本木ミッドタウンで夕食の後、同施設のスケートリンクを見に行きました。次回来た時は実際にスケートを楽しみたいなと思います。さらに少し歩いて赤坂エリアの赤坂全ビルにより、臨済宗が運営する座禅体験に参加しました。都会の喧騒を忘れて心がすっきりする時間が過ごせました。翌日は日本橋を散策しながら東京駅方面へ向かいました。実は日本橋の上空を走る首都高速は地下に設置される計画が進んでいて、2040年ぐらいには高架橋の撤去が始まり、完成すれば日本橋上空が久々に青空が戻るというプロジェクトのようです。東京駅近くではサラベス東京店でブレックファーストを堪能。サラベスはニューヨークの朝食の女王と呼ばれる有名店で、フレンチトーストやレモンリコッタパンケーキ、クリームトマトスープなど、本場仕込みのヘルシーでリッチな味を楽しめます。続いて、
東京駅構内にあるハンカチ専門店オールドファッションにも立ち寄りました。ここは面白いデザインのハンカチが豊富で思わず買ってしまってます。今回は漫画富江の柄のハンカチを見つけ、友人へのプレゼントに購入してみました。このお店はグランスタ東京内にあり、日本の職人技が光るオリジナルの製品が多数揃っています。次に新宿に移動し、文化学園が運営する服飾美術館に向かいました。この日は世界各地の動物モチーフの着物を展示する企画展、集まる動物の森を鑑賞。展示では鳥や獣、さらには空想上の動物など、各地域の衣装に込められた思いや願いが紹介されており、非常に興味深かったです。さらに表参道へ移動し、無印良品が開催するチョコレートイベントに参加。会場では壁に提示されたフレーズから自分に合ったチョコを選び、詰め合わせてもらう企画。今後発売される新商品や品薄のレアなチョコも試食できて、非常に楽しい体験となりました。最後に最近購入したティーンエイジエンジニアリングのヘッドセットを紹介します。黒をベースに赤、白、黄色のアクセントが効いたシンプルながらもインパクトのあるデザインで個人的に非常に気に入っています。このヘッドセット M1 ヘッドホンはシンセサイザー OPZ 向けに設計された有線オンイヤー型で折りたたみ式なので持ち運ぶにも便利です。オンライン会議や音楽鑑賞など多用途に使えて、実際に使用してみると音質もバランスが良く、特に中高音域がクリアに感じられました。以上、今回の Vlog はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。